今回はお風呂のリフォームです。キッチンや玄関などのリフォームも合わせてご検討中に声をかけていただきました。他にも候補の会社さんがあったようなのですが、最終的に決して値段が安いわけではない私たちを選んでくださいました。頑張らなくては。うわ、やべえ、ドライバー落とした。いきなりのトラブル発生です。いや、しまった。やっぱり、マルチツールで壁を切り抜きます。インパクトなしでは工事が進みません。この日はたまたま予備のインパクトを持ってきていませんでした。動く？大丈夫。救出成功です。さて、ウォーミングアップが終わったところで工事再開です。マルチツールにシール撤去用のブレードを取り付けました。今回はこのマルチツールが大活躍するので、動画を見た後は思わずネットでマルチツールをポチってしまうかもしれません。壊す手順が間違っているのか、思うように解体できません。タイルのお風呂を解体するよりも楽ではあるものの、思ったよりスムーズにいかないので調子が狂います。浴槽の腎臓大理石を剥がします。怪しいでな。気をつけて。マスク変えようか。レシプロ層は今や解体作業には欠かせない工具です。ですが悩ましいのはこのブレードの耐久性です。すぐに曲がってしまったり切れ味が落ちてしまいがちです。今回はできるだけ処分しやすいサイズに細かく切って解体しました。今回は取り回しの良いワンハンドタイプではなく、よりパワーのある AC 機のレシプロ層を使っています。ですが、これが後に予期せぬ事態を招きます。その時でした。社長、壁に穴が。施主様に声をかけられ、
慌ててお風呂の隣にあるキッチンを見に行くと、レシプロ層の刃が貫通してできた穴が2箇所。そして洗面室側にも。やらかしました。頻繁に使っているワンハンドタイプの感覚で AC 機を使ってしまった結果、ストローク幅の違いを完全に忘れており、いつもより大きく前後するブレードによって、刃先が隣の部屋に貫通してしまっていることに気づいていませんでした。このお家は 2x4 で壁圧が少し薄いのも忘れていました。幸い、今回はキッチンのクロスの張り替えも行うので、正直助かりました。お風呂に使われている FRP という材料は樹脂とガラスやカーボン繊維を組み合わせたものです。FRP を切断すると舞い上がった繊維が皮膚に付着し、汗と合わさって痒くなります。真夏の FRP カットはおすすめしません。首振ったるわ。メーカーの認定工事店の方とシステムバスを入れるための打ち合わせを行っています。なんでもういっそのこと基礎に穴開けて、これ低いところで転がすかなとか。換気扇のダクトを通す穴を壁に開けます。このコア抜き作業はお風呂の施工業者はできないことになっています。最近はアスベスト関係での制約が増え、解体工事や穴開けの際のお客さんの負担が大きくなりました。今回の工事で灯油ボイラーからエコジョーズに入れ替えます。またやってまた戻るっていう。外はもし何かあっても治るで。給排水の配管は将来のメンテナンスを考慮し、できるだけ内部で継ぎ手を作らないようにします。リフォームの際には可能な限り一本のすっきりとした配管を設置します。たまに過去のリフォームで無理やりつないで複雑な配管にしてあり、結局後でやり替えるといったこともあります。前日に出た廃材をトラックに積んでいます。今日も暑くなりそうだ。この日はお風呂の入り口の下地を作る大工工事です。2x4 の材料は何やろな。38なんだね。2x4 と在来工法のお家ではいろいろと勝手が違います。大工さんの落書き見て。技術的じゃん。ね。
こういったところはマルチツールが便利です。石膏ボードを切るのもこの通り。この場合、できるだけまっすぐに切りたいので、レシプロ層は論外。丸ノコは集塵機を用意したりと準備が面倒です。手ノコも部分的には使いますが、広い範囲や体勢が悪いときは結構大変です。861のさっき切ったやつちょうだい。インパクトと75のビス。お風呂の入り口のサイズは決まっています。枠材が収まるように、プラス1ミリ大きくボードをカットします。ここから20センチぐらい。出た。さて、次は水漏れで腐ってしまった床合板を部分的に交換します。これ後半じゃなくて土台だね。あれ根だかな。お風呂の出入り口の床は傷んでいることが多いです。今回はマシな方ですが、これまで水漏れやシロアリで原型をとどめていない土台を何回も見てきました。ほら抜けんわこの首は。解体しやすいように真ん中で捨て切りします。ここで切るわいと。今回は幸い傷は深くなさそうです。このように解体の範囲を細かく決めたいときも、マルチツールの存在はありがたいものです。マイナスドライバーでついて根田の強度を確かめます。これをこういきたいけど下地がいない可能性があるんで、ここは破損した部分だけこうやってでこうやって足すことにします。もしなかったら大変なんでね、下地がね。もう少し洗面室側に向かって大きくめくりたいところですが、めくったもののカットした箇所が下地に対してかかりが少ないと問題があります。よって土台の上に収まる範囲だけを交換することにしました。お風呂のリフォームは難易度は高くありませんが、少なからずこのような修理が必要になります。その判断は大工さんじゃないとなかなか難しいのではないでしょうか。営業さんが理解していたとしても、現場での作業にきちんと反映されることが大事ですね。耳いっぱい見つかってないね。大工さんじゃないみたいだな。じゃあここにちょっとコンパネを入れていきますね。合板を。ちゃんとタイプ1でね。タイプ1っていうのは排水合板。合板にもいろいろ種類があって、水に強い合板とそうじゃないのがあるから、こういうところはやっぱりちゃんと水に強い合板を使わないとダメだね。834。見える？コンクリート型枠用合板。12mm の900の1800。
コンクリート用の型枠合板だから水に強いってことね。あまり大きな声では言えませんが、最近の合板は軽くてスカスカです。大工さんはみんなそれを分かっていますが、言わないだけです。見た目は綺麗でも白くて柔らかい合板もあるので、場所によって使い分けないといけません。微妙。微妙だ。ダメだ。ダメだ。ウレタンボンドをつけ、カットした耐水合板を取り付けます。ここを基準にお風呂の位置が決まります。ちょっと出ちゃったけど。このビスは何ですか？これはね、コンパネビスって言って、コンパネ専用のビスなんです。ここに裏にね、ちょっとフレキがついとって、このギザギザしてる。これがあるとね、こう中にグッとこう刺さり込む感じ。普通のボードビスだと頭が浮いちゃうから、合板の止めるときはこういうコンパネビスっていうのを入れるな。覚えておいてくださいね。こう辛いし、一緒にこうやって。めり込むことが大事ってこと？そう。床だからね、浮くと床なりするでしょ。これ中にギザギザになっとるな。パテがつくように。表面がね。システムバスを入れる前に電気工事を行います。なお、2x4 工法の家は1階の天井裏の空間が存在しないので、リフォームの際は露出配線が増えがちです。断熱材が入っていなかった外壁側の壁に断熱材を入れました。そして、このタイミングでしかできないシロアリ消毒を土台と柱の下部に施しました。システムバスを組んでもらう準備が整いました。お風呂の設置が完了し、エコジョーズを接続してもらっています。岩谷さんはいつも手を抜かず確実に仕事をしてくれます。そして金額についてもあえて言及しません。予算に左右されて必要な工事を省くことになってはいけないからです。お客さんにも概算の見積もりしか出しません。枠材を取り付けるための下地材を斜めに裂きます。傾いた既存の柱に対してお風呂はまっすぐに設置されているので、下地材を斜めにカットして調整する必要があります。8ミリだから9ミリ落とすか。ちょっとした出っ張りを避けるために端の部分を少し落とします。これでね、21ミリぐらいがちょうどいいんです。ちょうどいいね、20ミリ。こういう逃げのない下地を作られると取り付け業者さんからしたら嫌だと思いますが、ぴったりお風呂を収めてくれました。
1933。枠材をカットします。ちょっと切れ味落ちてきちゃったね。うわ、ビビった。あんま出が悪い。入ってないね。あ、見て、俺の足優秀じゃね。ピンポイントで。ね、家に落とさない技術。ちょっとここのボードをぴったり切ったんで、もうできるだけ仕事を増やしたくないんで、カツカツに収めるんで、木工ボンドってちょっとこう厚みを乗せれないんで、ちょっとね、点付けで、これは変性シリコンなんだけど、外壁用の。なんで変性シリコンなんですか？まあ、内装用のボンドでいいんだけどね。ちょっと今持ってなかった。陰性に勝負。失敗したらアウトやな。お風呂の工事の次はキッチンのリフォームが控えています。その際にこの洗面室の壁紙とクッションフロアの張り替えも行います。壁紙一切色わずにできるもんね。コーキングで処理すればクロスを変えなくても大丈夫なくらいに収まりました。これさえなければね。これさえなければ完璧やったな。悔やまれる傷跡。浴槽は高断熱浴槽に。段差は解消し、バリアフリーになりました。カバー工法で断熱性の高い窓に入れ替えました。白を基調とした暖かいお風呂に生まれ変わりました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。